おばさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、もみじ楓の、剪定お手入れの仕方と、この時期によくやるというか、葉刈りですね。葉を全部こう刈ってしまうんですけど、でそれと同時に精子枝をちょっとこう作っていくというのをちょっと説明していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお手入れの仕方なんですけど、これはもみじちょっとやり方一緒なので、これなんかもちょっと大きいのでこっちの方が見やすいかなと思ってちょっと準備したんですけど、楓が今2本あるんですけど、こっちの方はあんまりこう芽が伸びてないんですよ。で今年ちょっと植え替えをしてますので、その辺もあってまだ伸びがあんまりないんですけど、これは今年植え替えをしてませんので、結構こうやって今枝が伸びてるんですけど、これをほっとくとこの伸びたところにどんどん養分が走るとですね、そこの枝がどんどん太くなっていくんですね。だからこういうの伸びた芽を常に摘んであげて、間延びしないように、その枝が太くならないようにお手入れをしていくんですけどね、形が崩れないように。でどこを切ったらいいのかっていうのがよく質問でもあるんですけど、これ割合これは楓ですけど、結構葉が小さい、コバショウって言ってですね、最近こういう葉の小さいのを好まれる方が非常に多いんですけど、でまず楓の、剪定方法で葉っぱが、どこが分かりやすいかな、この辺見ていただくとちょっと分かりやすいんですけどね、葉っぱが1段目のところからこう葉っぱが2枚出るんですね。見えますかね。葉っぱがここに1枚2枚とこう2枚出てるんですね。その間からこうやってまた新しい芽が出ます。でまた葉っぱが2枚出て、また真ん中から出て、で2枚出て真ん中から出てっていうふうにどんどんこう伸びていくんですね。こういうのもそうですけど、2枚出て真ん中から出て、また2枚出て真ん中から出てっていう繰り返しをしながらどんどんこう伸びていくんですけど、でこれをそのまましとくとこの枝がどんどん太くなっていくんですね。だからこれを本当は出てすぐ取ると一番指でもつまめるので取りやすいんですけども、間から出てるやつをこうやって、ここが分かりやすいのかな、2枚出た後真ん中からこう出るんですけど、これもまた2枚出て真ん中から出るっていうような形で、こういうふうにですね、この辺から2枚出て真ん中から出て、また2枚出て真ん中から出てというふうな繰り返しをしていくんですね。でこの真ん中から出てる分を切ってあげる。この2枚出て間から出てる分ですね、これを取ってあげる。全部この辺もそうです。2枚出て真ん中から出てる分を切ってあげる。この辺も間から出てる分ですね。非常にちょっと物が小さいのでですね、映りにくいっていうのもあるのかな。こういうふうにですね、間から出てる分をこうずっと積んでいってあげます。で飛び出てる分をなくしてあげていくと、それだけでも形は整えていけますので、こういうふうにですね、こういうふうに今これ切ったやつなんですけど、葉っぱが2枚こう両サイド1段目出てますけど、これの真ん中から必ず新しい芽がまた出てくるんですね。でそれがまた2つ葉っぱを出してまた真ん中から出てくるという繰り返しをしていくので、要は真ん中をこう止めてあげるんです。真ん中をで1枚目の葉っぱだけを残していく。これが一番簡単な芽摘みの仕方ですね。でこれをしとくことによってこの枝1本だけこう徒長して、そこが枝が太くなるということを防げますので、当然こういう小さいやつになって徒長して枝が太くなると周りとバランスが崩れていきますのでね、なるだけそういうものを作らないようにやっていった方がいいわけですね。こうでしょ。はい、こうでしょ。そうです。これが太くなる。真ん中が2つ出て間からこう出るんですけど、それがまた2つ出てってするんですけど、そうやってどんどん出るということはそこに養分がどんどん集中していきますから、この枝自体がどんどん太くなっていくんです。他のまだ出てないところ、あと芽摘みをちゃんとしてるところだと
枝の太さは変わらないんですけど、そのほったらかしてるところってどんどんそこに養分が走るので他に行かなくなるんですよね。で他に行かなくなるとそこだけ養分が走りますから枝がどんどん太くなっていきますので、そうするとそこだけ枝が太くなるとバランス悪いですから、最終的にはその枝ごとまた落とさないかんというようなことにもなりかねないので、そういうのを防ぐためにもこういう目摘みですね。これはもみじなんかでも同じなんですけど、目摘みをしながらそういう間延びをするところ、あと枝が徒長していくところをなくしていくというやり方ですね。時期的には今ぐらいやればいい？もう春3月頃から新芽が出始めてからもう常にです。はい、伸びてきたらやる。最初一番簡単なのは葉っぱがこう2枚出て、でパッと葉が開くんですけど、と間から必ずこう出てきますから、その出てきたやつを最初にもその段階で指でプチッとつまめば簡単に取れるんですよ。でこれある程度ほったらかしても次の葉が開く頃になると手でなかなか切れなくなるので、結局ハサミを使わなきゃいけないですけど、出た時でこう積んどけば柔らかいうち、柔らかい時だったら簡単に指でつまめますので、伸ばさずに済むということですね。だから春そうですね、3月ぐらいから新芽が出て葉が一旦揃った頃からはもう常にですよね。一回やって終わりじゃないですよね。そうですそうです。もう大体どんぐらいでしょうね、9月ぐらいまで続きますでしょうか。肥料がよく効いてて目立ちが良ければいいほど芽はどんどん吹くでしょうから、かといって芽が吹いた方がですね、枝もいろいろ作りやすいのでいいんですけどね。ただほったらかすとちょっとあんま良くないですね。で他の桜なんかの時にもあれだったけど、伸ばしっぱなしにするとそこまで水を送るのに結局下の器がちょっと不足してきますので、器まで大きくしなきゃいけないということになりますから、なるだけそういう間延びするのは作らない方がいいですね。で今度はちょっとカエデもみじどちらでもなんですが、葉刈りという作業をやるんですけど、でこの葉刈りというのは必ずやらなきゃいけないというものではないんですよ。でなんでじゃあ葉刈りをやるかっていうとですね、まずこういうもみじでもカエデでもですけど、要は秋の紅葉をきれいな状態で見れればというのがあるんですけど、どうしても夏の日差しの強さとかそういうもので葉が傷んでしまうんですね。ちょっと枯れてきてシワシワってなったりとか、半分も葉が枯れたりとかですね、そういう状態で紅葉を迎えてもあまり綺麗じゃないんですよね。で秋の紅葉を綺麗に見ようと思ったらなるだけ綺麗な葉を残さないといけないんですけど、なかなかそれを全く葉刈りもなしにやろうとすると、ちょっと大変ですね。外水の管理もあと日よけもしてやらないかんし、いろいろちょっと大変になってくるんですけど、この葉刈りをやることによってですね、2番目の葉の方が最初の一発目の葉よりも若干丈夫と、本当に丈夫なんでしょうかね、よく丈夫と強いと言われるんですけど、葉刈りをすることによって時期も遅らすことができますからね。早い方、趣味者の方なんかはもう4月頃から葉が揃ったら葉刈りし、また揃ったら葉刈りしって、うちのお客さんなんかでも9月頃までするという方いらっしゃるんですけど、私はちょっと9月まではしたことはないんですけどね。だいたい7月の七夕さんぐらいですね、7月の前半ぐらいで七夕さんぐらいをめどに葉刈りをすると、その後に出てきた葉が丈夫かなと。だから今まだ4月ですけど、今こういう葉刈りの今、ちょっと勉強してもらって、7月ぐらいにですね、別に今やっても5月でも6月でもやってもらって構わないんですけど、7月の七夕さんぐらいに葉刈り全部切ってきれいにしてあげると、だいたい2、3週間で葉がもう動いて出てきますから、新しい葉を出してあげて秋の紅葉をきれいに見れたらというふうには思いますね。でもう一つこの葉刈りをすることによって枝が全部また見えますよね。葉が出る前の状態で、その時に
まあ例えば枝をちょっと作りたいっていう時にですね、もみじでもカエデでもですけど、非常に木の成長が早いで、木が柔らかいで、こういった針金で巻くじゃないですか。で枝を作ると、もう1年ほったらかしてたら必ずと言ってほど針金は全部食い込んでいきますから、あと必ず跡が残りますし、同化するともう食い込んでしまいますので、できたら半期ずつで変えてあげるといいんですけどね。とじゃあ葉っぱがある状態では針金巻くことも外すこともできないので、この7月頃に葉刈りをした時にちょっと針金かけて枝をこうちょっと落ち着かせて枝を作ってあげると、その枝の状態で葉が出ますからね。で秋、きれいに紅葉する。で紅葉し終わって落葉したら、今度は落葉した時にはもう癖がついてますから、針金をその時今度は外すんですね。でまた春に新しい芽が出る。で1回出たやつをまた7月に葉刈りをする。でまたもし気になるところがあれば、その時点でまた針金をかけ直す。半期ずつで巻いたり外したりということを繰り返しすることができるんですよね。で1年巻きっぱなしだともう食い込んでしまいますからね。でその意外と食い込んだ後ってなかなか取れないので、そういった意味でも葉刈りをすると全部がこう見えますのでね、いろいろ枝を作ったりするのにも好都合で、なんかで春植え替えができなかった、時期を逃したという方はこの葉刈りをしたタイミングでも植え替えは可能ですので、葉っぱがないですからね。その代わりあんまり根を取りすぎないようには注意した方がいいです。どうせ夏場ですからね、葉刈りをした時っていうのは水をたくさん必要としますので、あんまり根を強く取りすぎてはちょっと具合は良くないとは思いますけどね。ただ植え替え春にちょっとできなかったっていう方は葉刈りのタイミングで植え替えすることも可能です。で実際にちょっと葉を刈っていくんですけど、これさっきちょっと芽摘みをしたカエデなんですけどね、要はどこを切って葉刈りというのかというので、要は今この枝から葉っぱが2枚出てるんですけど、これのこの軸のところですね、プチッとこれを切っちゃうんです。プチッと葉っぱなくなっちゃいますね。なくなっちゃいます。丸坊主になります。でこの残った軸はですね、次のこの付け根のところが芽が膨らんできたら自然にこれポロッと落ちますので、全部この状態にして葉っぱを一回刈ってしまうんですね。だからこれはもみじですけど、ちょっとこれの方が大きくて分かりやすいのでちょっと準備したんですけど、見えますかね、この軸のところをこう切ってあげるんです。全部こう葉っぱの付け根までいかなくても、途中ですね。だからもうちょうど葉っぱがピーって出て、もみじですから5枚ですね、トゲトゲが5つあるんですけど、カエデの場合は3つですね。でその葉っぱと芽のこの間ですね、この間ぐらいをプチッと切ってあげると。だからもう全部大丈夫なんですか？全然大丈夫なんです。丸坊主にしていきます。これがですね、結構地味な作業で、ついこう切っちゃいけない枝のところまでプチって切っちゃうこともあるんですけどね。大場さん、新鮮な葉の方が紅葉は綺麗ってことですか？葉が2番目の方がこう丈夫って言われてるんですけど、葉が要は傷みにくいわけですね、最初の葉よりも。で、結局葉が傷まなければその分紅葉する時には紅葉が綺麗に見れますので、どうしても傷んだ葉だと紅葉してもあまり綺麗じゃないのでですね、葉刈りをしたから色が変わるというわけではないんですよ。ただ葉が要は2番目の方が丈夫と
言われてるので葉が傷まなければ当然きれいにこのもみじならもみじのこの葉っぱの状態がきれいに残った状態で紅葉を迎えればきれいな色が出ますけど、これがもうなんかでこうぐじゅぐじゅぐじゅって夏傷めてしまってあんまりこうきれいに丸くならないな。なんかこんなやってこう虫食われ状態みたいになってたらあまり綺麗じゃないですよね。やっぱ紅葉でこう綺麗なこのもみじの葉っぱの形を残した状態で赤や黄色やピンクやっていう風に色がついた方がやっぱ見る時も綺麗ですね。だいたい2週間から3週間ぐらいでこの軸の付け根ですね、今こう Y 字型にこうなってますけど、この付け根のところが次の芽が開くときに赤くこうポッチができて、それがだんだん膨らむにつれてこれは自然にポロッと落ちてしまいますので、そこからこう新しい芽がこうぷくっと膨らんでくると勝手にこれはポロッと落ちますので、落ちてその膨らんだやつがまた葉を広げると、そういう状態になりますね。だからこの葉刈りをしとってあげると綺麗な葉がまた出てきますので、また春のちょうど新芽が吹く時の綺麗な葉の状態がまた見れるわけですね。もう一つこの葉、最近はもみじでもカエデもですけど、このカエデは非常に最初にも言いましたけど小葉症ですね。葉がちょっと小さいんですね。でこれがやっぱ葉が大きいのっていうのも結構あるんですよ。で、最近の傾向でなるたけ葉がちっちゃい方が人気ではあるんですよ。でそういったので葉を小さくするために葉刈りをすると2番目に出てくるの葉がちょっとちっちゃくなるんですよ。だからそれでどんどん小さくしようとして何回も葉刈りをされる方がいらっしゃるんですけど、どうなんでしょうね、2回3回4回ってやってどこまで小さくなるのかよくわからないですけど、確かに若干小さくはなるみたいです。でも翌年新しく年が変わればまた元の葉が出るのも、だからその木の性質ですからね。だから最近はだから初めからこういう葉の細いやつを好まれる傾向にはありますね。じゃあ実際にこれを全部ちょっと丸裸にしていきますね。